素晴らしいです。自慢の読みなんだよね、自分で知ってる。したっけそれマジ多分見てない。終わったみたいな達成感が一番あって、本当メンバーに感謝だなって本当に思いました。書いた。今の言葉が一番頑張る。YouTube ご覧の皆さん、西田裕二です。あと、古賀紗理奈です。自分で言ってくれよ。今日の企画はですね、先日見事リーグ優勝されました古賀選手にですね、西田選手から夢のインタビューをしていただければなというところでございますので。なるほど。はい。むずいね。いや、何がむずいってね、やっぱね、ずっと俺が喋っておるやんか。質問っていう質問がね、なかなか見つからんだよね。じゃあ、試合の前の日。試合の前の日は、どんな調整してたかって。調整は本当いつも通り、試合会場のサブで1時間半ぐらい練習して、いつもの試合前と同じ流れでやって、ご飯をとにかく次の日スタミナ切れしないようにと思って、たくさん食べました。食べるって、プライベートの時は全然食べないんですよ。その練習ある日は多分食べるって言ってたけど、めっちゃ食べる。いつも1合ぐらい1合ぐらい食べるけど、試合前もなんかやっぱタンパク質よりも炭水化物をとにかくいっぱい取って、あと味噌汁を取った方がいいって教えてくれたから、試合前も取るようにしてるし、平日の自分で自炊する時も基本は汁物は絶対味噌汁を食べるようにしてます。お腹鳴った。そう、僕がめっちゃ足つりやすい体質で、もう高校の時からずっとつりやすかったから、なんとかならんかなと思ったら、やっぱその味噌汁って塩分がやっぱ結構入ってるんですよね。その塩分っていうのがつりにくくする状態になるから、毎日飲むようにしてたらもう全然全くつらなくなったっすね。でもつるっていうタイプじゃないんですよ。そういうのね。いや、昔はめっちゃつってた。でも最近なかった。最近は全然ない。ね。試合前の気を見て、どうやった？全然ちゃうやん。試合の時と試合してる時の気持ち。試合前はいつも楽しみっていう。楽しみっていうね。ワクワクするみたいな感じでめっちゃ思ってて、で、私ワクワクする試合って大体負けなくて、1セット目、2セット目結構点差、ビハインドの状態が結構多かったんですけど、なんか落ち着いてプレーできてたかなと思います。孫悟空もワクワクすっぞって言った後、勝ちますもんね。悟空と一緒。やばいね。でもマジで、確かにワクワクするとか楽しみとかって言っとる試合は負けんね、マジで。程よい緊張感で、なんか心臓がさ、ワクワクするときってさ、ちょっとドキドキする。ドキドキってか、心拍上がるね、心拍ね。そういう時は、めっちゃ多分体のコンディションがいい時かなって思います。さすがに。そういうところなんかすごいシビアよね。シビアっていうか感じるよね。俺より。感じるね。俺あんまりないもん。とりあえず行ってくるわ、俺の勢いがね。でも楽しみって言った時は大半なんかサービスエースとかめっちゃ取ったりとか、そういうパフォーマンスするよね。負ける感じはせんかったの。もう前日、もうその週からずっと言っとったもんね。なんか相手の JT も全勝できとったから、すごい勢いだなっていうのはずっと思っとったけど、NEC もね、去年よりやっぱ強くなってる。NEC 負けんくねと思って、まあすごいよね。第1セット、第2セット、かなり競って、第4セットぐらいからですかね、古賀選手のバックアタックが非常に多くなったんですけど。最初は、うちのオポノ選手がバックアタックもすごい頑張って、1セット目、2セット目決めてくれてたから、あんまり私が打たなくても、結構点を取ってくれてて、で、4セット目、私のバックアタックもあんまり使えてなくて、向こうの意識も薄れてるから、使ってこうみたいな話をセッターと話して、で、結構使ってくれてしっかり点になったかなと思います。私たちのチームはすごいコート内でのコミュニケーションを円滑に進めるチームなので、なんかしっかり修正かけて改善して点を取るっていうのがすごいできてたのかなと思います。怖いって言われるの？いや、怖そう。見てて、点取ってみんなでこうタッチして、スッて次のポジションにセットするんですよ。すごく切り替えが早くて。俺と真逆や。
これいくらでも要因残してる。長い。あ、いいと思う。それめっちゃいいと思う。でも私そんなパフォーマンス逆にできないから、だからすごいなんか。俺はキャラやから、それが。もうこのままのプレイスタイルで。いいと思うけど。やっぱね、パフォーマンス変わったなっていうのを思ったんですね。スイッチ入った時ってもう分かるんですよ。2セット目の終盤のところで一気にガッてスイッチ入っとったんですよ。で、そうなった時ってもう止めれないんですよね。代表でもそうですし、一緒だけど、目がね、マジで変わるんですよ。もうパキッてなっちゃって。だから自分でも。でしょ、雰囲気変わったなっていうので、トスが上がってても決めきるやつし、トレーニングの効果めっちゃ出てんなっていうのは、見てて思ったね。西田選手からアドバイスを受けてるっていうのは前の動画でもお伺いしたんですけども、実際に試合の時に聞いたからちょっとやってみようみたいな場面ってありましたか？私自身はなくて、でもチームのオポノ選手が左利きで、もっとこうしたらいいと思う、もっと良くなりそうみたいなことを私にボソッと言ってくれたことがあって、それをセミファイナル前に伝えて、なんかそこから本当に良くなって、で決勝爆発してすごい点数取ってくれたので、なんかそこは本当に感謝してます。それなのチームのね、海外の選手も自分のこと知ってくれとって。セリナの旦那さん、西田有志なのみたいになって、すごいプレイヤーじゃんみたいな話から教えてって言ったんだよ、誰にも。なんかそう教えてほしいみたいな。教えてほしいみたいな。それとうちがまあ苦手っていうのをあっさりながら聞いとって。で、うち打てるようになりたいんだけど、ちょっと聞いてくれないみたいな感じで聞かれたから、すぐ送って、そしたらすぐこうした方がいいよって教えてくれて、それ言ってみたいな。で、ほんとちょっとずつ良くなってみたいな感じでした。素晴らしい。すごい。当たり前。やばいね。やばいね。優勝して思い浮かんだ気持ちでもいいんですけども、そういったものをちょっと聞かせていただきたいんですけれども。気持ちはもう、終わったみたいな達成感が一番あって、感極まるかなって思ったんですけど、そんなこともなく、もちろん嬉しい気持ちでいっぱいだったんですけど、本当メンバーに感謝だなって本当に思いました。真面目やな。いいところで。終わったってなるんや。なる。なんか、俺もな、優勝した時、俺泣いてたな。すぐ泣くよね。俺泣き虫やから。俺泣き虫やけど、すぐ泣いちゃうんですよ、これが。でもそれは、今年も天皇が優勝したけど、もうだんだんなんか、よしって感じの感じになってきたから、その当たり前とかじゃなくて、良かったっていう安心のそのよしだけどね。そういう俺になるよね。最初連絡をされた時はどんなお言葉をかけられたんですか？何言ったっけ？素晴らしい。素晴らしいって言ったら、LINE で言ったら、素晴らしいです。自慢の読みやみたいな感じで LINE しとって。したっけそれ。多分してたと思う。あ、マジ？多分見てない。まあでも忙しかったもんね。あの時ね、優勝で表彰式もあって、祝勝会だったりなんだったりで忙しかったしね。すごいっしょ。4個連続で今、あれですからね、MVP 優勝取ってますからね。申し訳ない。個人賞いっぱいもらうの申し訳ないなと思う。チームあるんじゃないか。チームで勝たないとさ、もらえない賞じゃん。MVP の発表の時、もう私じゃなくていい、私じゃなくていいってずっと言ってた。全然そんな気になるの？いや、でしょうね。しゃ俺やって感じやから。違ったら。膝から崩れ落ちた。サントリーとのアウェイの試合の時に、確実に俺やと思って。ガッツポーズしようだよ。俺行こうかなってこれ服脱いで行こうとしようだけど。ジェス呼ばれて、初めてガチで膝から崩れ落ちた。いいんちゃう？もらえるものはもらうこといいし。そうね、感謝してる。それそう。3月31日のファイナルに向けての意気込み。3月24にセミファイナルがあるから、そこはしっかり勝たなあかんけど、まだ俺も怪我してるとか、そこまでにしっかり復帰して、そこを目標にピーキングしていってるから、そこにね、いい状態を持ってって、で、ファイナルでより爆発する準備はもうしてるから、もう勝ちだけを目標に、もう俺の目見とか分かるから、バッキバキよ。もう決まりまくってるからね。すぐ分かる。すぐ分かるでしょ。ガチでなった時はもう、こういくから、悪くならないようにも、周りも見えながら、そういう雰囲気で、パナソニックでね、優勝して、いろいろとみんなに貢献していきたいなっていうふうには思ってます。どうですか？入った。今の言葉が一番頑張ってる。どうでしたか今回夫婦でバレーについて話して。そうですね。普段から、ファイナルとかそういう大切な大会の時にはこういう話結構するんですけど、
一緒に暮らし始めたら犬欲しいとかですね、もうそういう話をずっとしてて、もう犬大好きだから家族系の話をプランみたいな考えるのが楽しくて、ずっとそういう話してるんだよね。まあサイナが出てるから NEC のファンの方とかサイナのファンの方とかもいらっしゃると思いますし、そういう人たちの応援があってサイナが優勝できたと思うんで、まあ、本当に感謝してると思います。感謝してる。感謝してる。まあでも本当に皆さんがいて今の自分たちだと思うんで、もっともっといい結果を求めて夫婦で頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ということで、グッドボタンと、あとチャンネル登録、あとコメント欄もね、見てるんで、いろいろ書き込んでいただけたらなと。まあこれからも応援していただけたらなっていうふうに思いますので、ぜひそこもよろしくお願いします。はい。ということで、また次回の動画で。じゃあね。